皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は受け身を勉強します。皆さん、受け身は難しいと思いますか？受け身を理解するために、まずは基礎がよくわかっていることが大切です。このビデオでは、受け身は何ですか？どうやって使いますか？簡単に教えます。受け身をよく勉強して N4 試験に合格しましょう。どうしたの？先生は私を叱りました。店長は私を注意しました。恋人は私に嫌いだと言いました。はい、とっても悲しい気持ちですね。皆さん、この3つの文はわかりますね。先生は、店長は、恋人は。じゃあ、この誰々はを私はに変えます。そしたら何と言いますか？先生は私を叱りました。私は先生に叱られました。上の文と下の文を見てください。どこが違いますか？まず、私をから私はにします。先生は先生に叱られました。はい。先生はを私はにします。これが受け身文です。私は誰々に礼ました。この文法ですね。では、受け身の動詞、受け身形を勉強しましょう。1グループ、言いますをあれます。言いますを取って、あれますにします。例えば、叱ります、叱られます。聞きます、聞かれます。特別なのが、使います、言いますなど、いますです。言いますは、あれますじゃなくて、あはわになる。言います、言われます。使います、使われますになります。注意してくださいね。2グループは簡単です。ますを取って、られますをつけます。例えば、食べます、食べられます。見ます、見られますです。3グループは覚えましょう。します、されます。来ます、来られます。では、さっきの文をもう一度見ましょう。先生は私を叱りました。私は先生に叱られました。店長は私を注意しました。私は店長に注意されました。恋人は私に嫌いだと言いました。私は恋人に嫌いだと言われました。次は絵を見ながら言ってみましょう。例えば、猫です。起きてください。毎日起こします。じゃあ私は毎日猫に起こされます。先生です。ここへ来てください。今呼んでいます。じゃあ私は先生に呼ばれています。女の人です。どこですか？今朝道を聞きました。じゃあ私は今朝女の人に道を聞かれました。
友達です。一緒に行きませんか？昨日映画に誘いました。じゃあ私は友達に映画に誘われました。はい、この主語を反対に変えて私にするのが受け身でした。では次に受け身文を使った会話を見てみましょう。どうしたの？今日の朝猫に起こされたの。それで時計を見たら朝11時。急いで支度したけど間に合わなくってさ。それからどうなったの？先生に呼ばれて、それから叱られた。そうか、疲れていたんだよ。今晩早く寝てね。ありがとう。そうする。はい、いかがでしたか？今日のビデオでは、受け身は何ですか？どうやって使いますか？を簡単に勉強しました。ただ、私はだけが受け身じゃないんです。例えば、オリンピックは2016年に開かれました。ビールは麦から作られます。これも受け身なんですね。このように受け身の使い方は他にもたくさんあります。ですから、もっと勉強したいという人は、ぜひメッシュクラスで一緒に学びましょう。皆さんが苦手な文法を日本人の先生と一緒に勉強することができます。下にコースの説明を書いておくので見てくださいね。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。